こんにちは、レモネードです。築30年の築フル賃貸マンションに子供2人と暮らしています。昭和の間取りで DK はわずか8畳。狭いのでできるだけ物は増やさないようにしたいのですが、時短ができる調理家電は結構たくさん持ってます。家電ラックはいっぱいいっぱいなのですが、どれも便利すぎて手放せません。ということで、今回は買ってよかった調理家電をランキング形式で紹介していきます。第7位、ヨナナス。なんと冷凍フルーツを入れるだけでアイスともジェラートとも違う何とも言えないクリーミーな食感のデザートができるアイスクリームメーカーです。砂糖を一切使わずに絶品アイスができてしまうのでめちゃくちゃヘルシー。フルーツを冷凍しておけば簡単に絶品アイスができちゃうので、かれこれ8年前くらいからずっと使い続けています。バナナをベースにして安い時に買って冷凍しておいたイチゴやパイナップルを入れることが多いです。それでは実際にアイスを作っていきたいと思います。まずは冷凍したバナナを入れていきます。そしてこの長い筒のような蓋みたいなものをスイッチを入れてからぎゅーっと押し込んでいきます。ご覧の通りデメリットの一つは音が結構大きいことですね。かき氷を作る時もまあまあ音するので同じぐらいかなと思えばそこまで気にならないのかなとも思います。次はイチゴですね。こんな感じで順番にフルーツを入れてどんどん押しつぶしていきます。冷凍したフルーツを順番に押し出したら最後は混ぜ合わせてミックスフルーツアイスの完成です。そしてこのヨナナス、もう一つちょっと大きめのデメリットだなと思うところがありまして、この蓋を開けるとですね、結構中に詰まっちゃってるんですよね。これを毎回、もったいないので全部取り除いてお皿に戻して食べるんですけど、この作業が若干手間かなっていうのはありますね。パッキンにも結構大量につくので残さず取り出します。あと調理家電はお手入れが簡単かどうかも重要なポイントだと思うのですが、ヨナナスのパーツは使い終わったらすぐに水で洗えば簡単に汚れが落ちます。時間を置いてしまうと固まってすごく洗うのに時間がかかってしまうので、使い終わったら速攻洗うっていうのがポイントです。このように多少の面倒くささはあるのですが、それ以上にやはりお砂糖なしでフルーツだけで美味しいアイスが簡単に作れるっていうメリットはかなり大きくて、特に夏場は大活躍してくれています。作ってすぐじゃなくて後から食べたいっていう時はこのように小分けにして冷凍しておくと1人分ずつ取り出せて便利です。ちなみにこのガラスの保存容器は冷凍もレンジもオーブンも食洗機も OK で、蓋も透明でめちゃくちゃ便利なので概要欄に載せておきます。市販のアイスにはもう戻れない美味しさでうちの子たちも大好きなのでぜひ試してみてください。第6位、パリパリ Q。 生ゴミの処理ってほんと憂鬱な家事の一つですよね。でもこの生ゴミ用の乾燥機を使うようになってから夏場に生ゴミが原因で匂いや小虫が出ることもほとんどなくなってかなり助かってます。一般的に生ゴミ乾燥機ってちょっと高くて、このパリパリ Q も3万円台なのでなかなか気軽に手が出せないなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、お住まいの市区町村によっては助成金の対象になってたりすることもあるのでぜひ一度チェックしてみてください。私の場合、夕食後の片付けの時に生ゴミを入れて乾燥を始めます。翌朝にはパリパリになったものを捨てるというサイクルで使ってます。乾燥が終わりました。びちょびちょで水分を含んで重かった生ゴミがびっくりするくらい軽くなってます。バナナの皮もこの通りしっかり乾燥しています。ぜひこの音も聞いてみてください。本当に気持ちいいぐらいパリパリになってくれていて、もはや手放せない家電の一つです。第5位、炭酸メーカー。この春からドリンクメイトという炭酸メーカーを使い始めました。炭酸水をよく使う我が家、特に夏はペットボトルが多くて運ぶのも捨てるのも大変だなと思ったのが購入のきっかけでした。このガスシリンダーがランニングコストになります。交換用の60リットルのガスシリンダーは3000円ぐらいです。水は浄水器の水を使っているのでほとんどコストはかかっていません。我が家の場合、1年弱ぐらいでペットボトルの炭酸水を買い続けるよりお得になる計算でした。この損益分岐点をとても丁寧に解説されている方のブログが参考になったので概要欄にリンクを貼っておきます。ドリンクメイトはいろんなモデルがあるのですが、こちらは電源がいらないタイプでどこでも使えてとても便利です。飲みたい時にすぐに炭酸水が作れるのは思っていた以上に便利でした。ゴミも減って炭酸水代も減ったのでなかなかいい買い物ができたなと思ってます。あっという間に炭酸水ができました。それではいきます。出来たての炭酸水の音をお楽しみください。このシュワシュワ音、ほんといいですよね。そしてさらに実はドリンクメイトは水以外の飲み物を炭酸にすることができるのが大きな特徴でして、私は安い箱ワインをスパークリングワインにするのを毎晩の楽しみにしています。
なぜか炭酸にすると高級感が出るんですよね。このひと手間さえ自分のためにこんなに手間をかけてあげられるなんて、なんて贅沢な時間なんだろうと思いながらゆっくり楽しんでいます。スパークリングワイン最高です。第4位、アイリスオーヤマ低温調理器。これ手のひらより少し大きいくらいのサイズで、とてもシンプルな袋のような作りなのですが、実は調理家電なんです。ジップロックを用意して、鶏胸肉と塩、砂糖、中華だし、レモンなどを入れてよく揉み込んで、しっかりチャックを閉めて調理器の中に入れたら80度で120分。あとは待つだけでしっとり絶品の鶏ハムが完成。サラダにはもちろん冷麺にのせたりするのも最高です。洗い物も出ないし、薄くて小さいから収納場所に困らないのでとても助かってます。第3位、ノンフライヤー。ノンフライヤーで一番よく使うのが冷凍唐揚げ。唐揚げの大きさによって変わってきますが、だいたい200度で15分から20分くらいで完成。油なしでもサクサクカリカリ。そして最近ハマっているのがエビの素揚げ。味付けはシンプルに塩だけ。片栗粉を少し入れてシャカシャカ振ってノンフライヤーに並べていって、オイルスプレーを振りかけて200度で15分ぐらい加熱したら、それだけでエビの素揚げが完成。殻ごとバリバリ食べることもできて、おつまみにもなって止まらない美味しさです。そしておつまみといえば手羽の唐揚げも最高。味付けは塩コショウのみで、ノンフライヤーに入れて待つだけで絶品の手羽唐揚げが完成。子供たちも大好きな一品です。ノンフライヤーだと IH 周りに油が飛び散らないので、掃除がかなり楽になりました。しかもなんと食洗機 OK。 ちょっと大きいので場所は取ってしまいますが、手洗いで油汚れと戦わなくて済むのはすごく楽なので、ここもノンフライヤーのお気に入りポイントです。第2位、スープメーカー。2024年に買ったのですが、これは本当に画期的な調理家電。ポタージュスープって普通に作ったら茹でたりミキサーしたり、鍋に入れて牛乳で伸ばしてとか、工程も使う調理器具もかなり多いですよね。それがこのスープメーカーなら、付属のレシピの順番に具材を入れてスイッチを押すだけで、あとは30分ほど待つだけでレストラン並みのポタージュスープが完成。かぼちゃのポタージュスープの他にも、ブロッコリーやごぼうなど子どもたちが普段あまり食べてくれない野菜でも簡単に栄養満点スープが作れて助かってます。特にごぼうのポタージュは感動ものでした。気になるお手入れ方法ですが、洗うときは水と食器用洗剤を入れてクリーンコースのボタンを押すとある程度きれいになってくれるので、あとはこの付属のブラシで洗っていきます。残念ながら羽は外れないのですが、使用後すぐにクリーンコースで洗うと汚れは結構すぐに落ちてくれます。調理家電全般に言えることかもしれませんが、使ったらすぐに洗うというのが一番ストレスなくお手入れする方法かなと思います。あと直径12センチというかなりスリムな作りなので、我が家の場合調味料ラックに収納することができてます。パッと取り出しやすい場所に置くと自然と使用頻度も高くなるなと思います。気になる第1位はアイリスオーヤマ電気圧力鍋。これはもうすでに使っている方も多いかなと思うのですが、5年前に買って以来一番活躍しているのはやっぱり我が家でも電気圧力鍋です。料理は得意じゃないので、カットした具材とレシピ通りの調味料を入れさえすれば確実に美味しい料理ができるのは本当にありがたすぎます。子供たちの習い事の送迎前にスイッチを入れておいて、帰ってきたらちょうどいいタイミングに肉じゃがが完成。便利すぎて電気圧力鍋がない生活にはもう戻れません。そして実は低温調理機能もついているので、おかゆを炊いて米麹を入れて60度で8時間、こうして完成したのが自家製の甘酒。これが本当に美味しくて、トマトジュースやオレンジジュースで割って飲むのも美味しいし、ヨーグルトとジャムと甘酒を混ぜて冷凍してアイスにするのも絶品です。甘酒は買うよりも作った方がコスパもずっといいので、低温調理機能は本当に重宝してます。便利なキッチン家電を使って少しでも楽に美味しく楽しくしていきたいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。